どうもババアです。この辺の雑草はね、草刈りしてもすぐ再生されますね。形状記憶植物かな。カーリバー、本日もいい天気。嵐の後の川はね、澄んでいてとても綺麗です。せせらぎの音にも癒されます。思いっきりマイナスイオンを浴びたろ。キラキラの世界へようこそ。朝日が反射しててとっても綺麗です。そして早朝の川は少し肌寒いです。イチジクのドルフィンに擬態した雑草のつる。そろそろ葉っぱも枯れてくるかな。そして金柑に擬態した雑草のつる。ちぎり捨ててやりましょう。みーちょさんのブラシタイム。Kimochi Ekido Holotatsuwa。ブラシ時の感情は猫それぞれ。みーちょさんはうなりながら催促するタイプ。Fukuzatsuna Shin Kyu Yadi。気性がライオンの猫に多いタイプ。Holotatsu Kido Shikala Tanamodi。そろそろ終了しましょうか。たっぷりと毛が取れましたね。Sakila Shitawa。満を持してコンさん登場。Waijun Banma Chi Deki Manan。Akamochi Yoroshua。何でも邪魔する子登場。まだブラシには目覚めてない様子。違います。猫がブラシに目覚めるのっていつ頃だろう。本日のランチはバターパン。真っ白と抹茶色の生地がありますけど、本日の生地は2種類あります。まずは小麦粉 100% の生地。こちらの生地は加水率 70% です。なんだか久しぶりの小麦粉 100% 生地ですね。粉量は 500g です。そして米ぬか生地。こちらは米ぬか 50%、加水率 80% の生地です。今回は米ぬかと小麦粉が同量の配合です。こちらも粉量は 500g です。ちなみにランチで使用するのはどちらも 250g です。残りの半分は家に持ち帰るためのパンです。分量は概要欄にも書いておきます。かっこいいトンボを発見しました。調べてみたらハグロトンボっていうらしいです。それでは買い物へ行ってきます。買い物から帰宅したらこんな感じに発酵してました。グルテンを強化するためにちょっとパンチを与えておきます。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。半分は持ち帰るとはいえね、早朝から1キロのパン生地をこね上げるというのはなかなかの重労働です。ちょっと合法パウダー作っとこうかな。塩コショウの詰め替えを1袋、そしてコンソメの詰め替えも1袋。最近の寿司の子は推しの子みたいになってますけどね。寿司の子を半袋。これをね、混ぜるだけであの万能な調味料が完成します。最初はね、結構適当に合わせて作ったこの合法パウダーなんですけどね、今ではもうなくてはならない存在になってきました。このコーヒーの瓶がね、サイズ感がちょうどいいんですよね。これでしばらくは安泰です。あと千切りサラダストックがなくなったのでまとめて作っとこうかな。みーちょさんがめっちゃ泣いてます。多分チュールをよこせと言ってます。サラダには人参ときゅうりのスライスも欠かせない。サラダがてんこ盛りにできたのでこちらもしばらく安泰です。残ったきゅうりは塩もみをして水分を出してスネジャンカソースを作ります。
前日からしっかりと水切りをしていたヨーグルトの中に塩もみきゅうりを入れて、お好きな調味料と合わせるだけのサラダというかソースというか、本場ブルガリアではサラダの扱いになってますけどね。我が家の調味料は生姜にんにくオイルと合法パウダー出来たて。あとはね、これを混ぜるだけのお仕事です。簡単絶品です。日本で流行れ。これ毎回言ってるな。サイドメニューは旦那からもらった鶏肉。なんか台風の前にね、これを冷凍してたら氷代わりになるよとか言ってね、肉を大量に買ってきたんですけど、氷買えばよくないとも思ったんですけどね。まあ栄養にもなるしね、氷よりもこちらの方が良かったのかな。私なんか騙されてないかな。そんな備蓄食料を使ってペーパー焼きを作ろうと思います。鶏肉にも生姜にんにくオイルと合法パウダーをパラッとして、えのきを一緒に入れてフライパンで蒸し焼きにします。この和平フレーズの深型フライパン、こういう使い方もできてすごく便利なんですよね。もう一個欲しいな。それではバターパンの成形をしてまいります。もうちょっと発酵させたかったんですけどね、時間切れということで二次発酵に期待しましょう。こちらは小麦粉 100% パンの加水率 70%、ちょうどいい水分量の生地です。今回のランチではこの生地を半分使います。ブリンブリンでいい感じですね。250g 分の生地を6等分にします。そしてこちらは米ぬか 50% 入りの生地。もうね、色がえぐいですね。こちらも半分だけ使います。いつもの米ぬか入りのパン生地は米ぬかを 20% しか入れてないので、うっすら茶色という感じなんですけどね。実は撮影をするときはね、ちょっと映えを気にして米ぬかを 20% に抑えてるんですけど、私が主食として食べているこのパンはいつも米ぬか 50% 入りです。米ぬか入りのパンはね、血糖値の急上昇を抑えてくれるのでとても重宝してます。それではこちらの米ぬか入りのパン生地から成形していきましょう。まずは生地を細長く成形します。この米ぬかがたくさん入った生地はね、グルテンが弱いので伸ばしやすいんですよね。さらにね、気持ち円錐状になるように細長く伸ばしてローラーで平らにしたら、この広い部分にね、バターをのせてくるくると巻いていきます。この成形を見る限りね、バターパンっていうより塩バターロールなんじゃないかってね、思われる方もいらっしゃると思うんですけど、最初はそのつもりで作ってたんですけどね、焼く前にね、なんと塩を振るのを忘れてしまったので、動画のタイトルをバターパンに変更しました。もう昨日からずっと何かしら忘れてますね。小麦粉 100% 生地も同じように成形します。小麦粉 100% の生地はグルテンが強いので、なかなかね、伸びてくれないんですよね。なるべく焼いた時にバターが漏れ出さないように、しっかりと閉じていきます。こんだけしっかり閉じてもね、絶対焼き上がりはダックダクにバターが漏れてるんですけどね。それでは二次発酵。20分ぐらい二次発酵の時間を取りました。発酵している間ね、かなり雑めなサラダでも作りましょうかね。マヨネーズは余すところなく使い切る派。しょうがないので新しいマヨネーズを出しましょう。マヨネーズと合法パウダーで和えたらサラダの出来上がりです。ペーパー焼きも多分完成しました。袋を開けてね、中身を確認したいんですけど、熱くて諦めました。まあね、こんだけ熱いから多分できてるでしょう。パン生地の表面に卵を塗っていきます。よしひこはね、鳴き声だけは可愛いんですよね。やってることは暴君なんですけどね。最近よしひこは卵がお気に入りなので、多分卵狙いなんじゃないかなと思います。それでは焼いていきましょう。ペーパーが邪魔して溝が見えないんですよね。
当私何やってんのって感じですね。やっとスムーズに入りました。このペーパーの角をね立たせておかないとバターが漏れ出して大変なことになります。250度の上下ヒーターで25分焼きました。途中上下段も入れ替えたりしながら追い焼き5分ぐらいしたかな。サラダとスネジャンカソース、そしてチキンのペーパー焼きも完成しました。しばらく冷ましておいたんですけどまだ熱いですね。ちゃんと火が通ってるみたいです。入れ替えた上の段にあまり焼き目がついてなかったのであと5分追い焼きしました。この米ぬかパンの方がねいい感じですね。チョロコさんの腹毛色のようだ。ちょっと焼き目が弱い気はするけどまあいいでしょう。やっぱりねバターがダックダクに染み出してきてますね。でもねこの染み出したバターのおかげでパンの底の部分がカリッカリに仕上がるんですよね。ちゃんとね焼く前に上に塩を振っておいたら塩バターロールという名前で紹介できたんですけどね。頭の塩を抜いてバターロールにしようかとも思ったんですけど、バターロールっていうパンはこういう作り方じゃないですもんね。なのでね今回のパンの名前はバターパンというね微妙なね中途半端な名前になってしまいました。凍らせたコーヒーゼリーをクラッシュして豆乳とホイップクリームそしてココアパウダーで謎のスイーツ、またイナーが大量に買っちゃった。完成しました2種のバターパンと鶏肉のペーパー焼き。品数は少ないけどボリュームすごいな。いきなりのヨシヒコ登場。それではいただきましょう。ヨシヒコのおかげでね画角がちょっと中心からずれていますけど途中から戻りますのでご了承ください。この赤いのは昨日に引き続き赤ピーマンの甘酢漬けです。昨日に引き続きトマトがね高かったので赤ピーマンで代用しちゃえということで当たり前のようにサラダに乗っけてますけどね。スネジャンカソースはいつ食べても美味しいです。そしてヨシヒコ強制退場。画角が戻りました。鶏肉のペーパー焼きもね味付けなんて合法パウダーしか振ってないんですけどね。あと生姜にんにくオイルか。これだけなのになぜか美味しいんですよね。そして塩をのせ忘れたバターパン、底の方はカリカリです。手で引き裂いたのでちょっと分かりにくいですけどバターを置いた場所にちゃんと穴も開いてて本当にねあとは塩を上にのせるだけだったんですけどね濃厚な味わいでとっても美味しいです。そしてババアドハマり中のコーヒーゼリースイーツ、今回は冷凍バージョン。これを食べ始めてからアイスクリームを食べたいという欲求がなくなりました。今回のランチも美味しかったです。さよなら。